日本の地の果てにある古い建物、私の避難場所になっていた知床の基地です。驚くほど広くて激安のお家をご紹介いたします。この家に来た時は大変でしたが、窓の外は世界遺産の森が広がっていて、環境は最高です。ネズミからヒグマまで動物園のような庭と、基地の中を初公開します。頑張って生きています。凛の田舎暮らし。お化け吹きが生える庭からキャンプ場の備品と一緒に引っ越してきた基地をご紹介します。ある春の日、庭に偵察に来た一匹の鹿は、次の日、子供を連れて戻ってきました。初雪が降って、駆け込みで草刈りをした夜、姿を変えた庭に次々と動物が訪れます。長い北海道の冬、動物にとって試練の季節、作と寂しく泣いていたあの子が大きくなって戻ってきたのかな。厳しい冬を乗り越えて、命芽吹く春を無事迎えられますように。お庭から移動して、ここはフードです。入り口に巻く融雪剤、灯油タンク8本。廊下には灯油ストーブ1、2、3個、地下に2個、合計5個もあります。手動の灯油入れです。北海道最果てに位置する知床。知床は天候によって陸の孤島状態になることも。停電しても通常運転のストーブと灯油入れ。電動はお休み中です。廊下には業務用の掃除機が3本も。備品管理する基地ならではの光景です。何でも吸い取る便利な掃除機です。問題です。ここは何の場所かわかりますか？ヒントです。ヒントその1、入浴前に行っておきたい場所。お風呂です。ヒントその2、携帯用もあります。正解は、ここがお便所です。次は車庫にご案内します。地上とつなぐ階段を降りて、様々な備品が置いてある無機質なコンクリートが特徴の車庫にやってきました。すっぽり収まる桶。桶職人さんが作った年季の入った桶にちょこっと DIY して、ヒノキ香る雪見露天を楽しみました。もう一つの桶風呂は移動式。基地にはお風呂も3つあります。夏タイヤ。虫見えますか？虫は丸いものが好きみたい。丸太を切断するチェーンソー。切り出した丸太を薪ストーブサイズにかち割る斧と薪割り台。森で生きていくために必要なものが車庫には揃っています。耕運機です。除雪機です。どちらも燃料はガソリンです。古くなったガソリンは危険なため、余ったら車に食べさせます。ガソリン缶3つ。灯油タンクは全部合わせて20個。凍てつく冬、灯油が足りなくなったら、灯油やリンまでどうぞご用命ください。今日の気温はマイナス3度。知床は荒れ模様ですが、
石垣島は今日海開きでした。日本は広いです。そういえば、知床に降る雪はサラサラしていますが、旭川は重たい雪だったの。北海道も広いです。最後にご紹介するのは、ここが台所です。使い込んだ薪ストーブ、薪で稼働します。日々の食卓を支えてくれるストーブ、なしでは生きられません。ストーブの下はふるさとへつながっています。調味料はこれだけです。実験も台所でします。夜な夜な開発した手作り温泉が完成しました。次の動画でご報告します。とっておき田舎グルメ。避難生活が長く続いたことで、札幌や旭川など北海道のさまざまな都市部で生活しましたが、知床がある斜里町や網走のスーパーで数の子入りのニシンが売っていることがあります。お正月に食べるあの数の子です。数の子になる前の生の状態見たことありますか？これが生数の子です。数の子の作り方は簡単です。塩と塩水につけてゆっくり寝かせるだけ。数の子丼。ご視聴ありがとうございました。